皆さん、こんにちは。パソコンの使い方解説チャンネルの金子です。このチャンネルでは、便利で役に立つパソコンの使い方やアプリの使い方を解説しています。今回は Google サイトの使い方レッスン2。Google サイトで作成したホームページの作成データを保存する場所として活用する Google ドライブの基本操作を学習します。Google サイトを利用してホームページを作成するには、はじめに Google ドライブの基本操作を理解しておく必要があります。Google ドライブの特徴と基本操作を確認しておきましょう。それでは、レッスンスタートです。Google サイトを利用してホームページを作成するには、はじめに Google ドライブの特徴と基本操作を理解しておく必要があります。Google ドライブの特徴と基本操作を確認しておきましょう。Google ドライブはブラウザーを起動後、Google の公式サイト、google.co.jp を開き、Google アカウントでログインすることで開くことができます。今回は Google Chrome を利用しています。Google ドライブを利用するときの Web ブラウザーは Google Chrome を推奨していますが、他のブラウザーでも大丈夫です。Google ドライブはクラウド上でファイルやフォルダーを保存することができるクラウドストレージのことです。クラウド上にファイルやフォルダーを保存しておけば、いつでもどの端末からでもファイルやフォルダーにアクセスすることができます。Google ドライブを開いてみましょう。Google の公式サイトを開いたら、画面右上の Google アプリアイコンをクリックします。表示されたメニューからドライブをクリックをします。Google ドライブのダッシュボードが表示されます。この画面には作成したファイルやフォルダーが一覧で表示されています。現在はファイル、あるいはフォルダー、このように切り替えて表示することができるようになっています。画面左上のプラス新規をクリックをすると、ここから新しいフォルダーを新規に作成したり、ローカルにあるファイルやフォルダーをアップロードしたり、またクラウド上からダイレクトに Google ドキュメントやスプレッドシート、スライダーやフォームなどを新規に作成することもできます。その他にマウスポインターを合わせると、その他のアプリの一覧も表示することができます。Google サイトはここから Google サイトをクリックをして新規に作成することができるようになっています。Google ドライブは検索に優れているので、このドライブで検索をクリックし、キーワードを入力をすることで、ドライブに表示されているファイルやフォルダーを瞬時に開くこともできます。また、種類やユーザーや最終更新や場所などからも検索を絞り込むことができます。画面右上の設定アイコンをクリックをすると、ここからドライブの設定を変更したり、またパソコン版ドライブをダウンロードすることで、ローカルに Google ドライブのパソコン版アプリをインストールすることができるようになっています。パソコン版ドライブをインストールすると、エクスプローラーに Google ドライブを表示することができます。エクスプローラーに表示された Google ドライブを開くと、ファイルやフォルダーを見ることができます。その場所にファイルやフォルダーを保存すると、クラウド上の Google ドライブと同期ができるようになっています。実際に確認してみましょう。タスクバーにあるエクスプローラーを開くと、エクスプローラーが開きます。Google ドライブのアイコンが表示されています。このアイコンをダブルクリックをすると、その他のパソコンやマイドライブのフォルダを確認することができます。マイドライブをダブルクリックをすると、クラウド上にあるファイルやフォルダを一覧で確認することができます。この場所にファイルやフォルダをドラッグ&ドロップをすると、クラウド上の Google ドライブと同期をすることができるという仕組みです。また、パソコン版ドライブをインストールをすると、クラウド上にはパソコンという
アイコンが表示されます。この場所をクリックをすると、同じ Google アカウントで同期されたパソコンが表示されています。そのパソコンの名前をダブルクリックをすると、そのパソコンに保存されているファイルやフォルダを確認することもできるようになっています。Google ドライブの主な特徴も確認しておきましょう。Google ドライブは Google アカウントを取得してログインすることで、誰でも無料で利用することができます。Google ドライブは1ユーザーあたり Gmail と Google フォトを合わせて 15GB まで無料で保存することができます。写真や動画、文章ファイルなど仕事に必要なファイルをすべて1箇所に集めて管理することができます。Google が企業向けのグループウェアとして提供している Google ワークスペースを利用すれば、独自ドメインを利用して Google の主要なサービスを利用することができます。Google ワークスペースのビジネススターターであれば月額680円。30GB まで保存することができます。Google ドライブの2つ目の特徴として、40種類以上のファイル形式でプレビューできることです。専用ソフトがない場合でも、Google ドライブに保存すれば40種類以上のファイル形式をブラウザー上でプレビュー表示できます。画像や動画ファイル、Office ドキュメント、また Adobe のイラストレーターや Adobe の Photoshop 形式のファイルも閲覧することができます。Google ドライブに保存できるファイル形式はたくさんあります。アーカイブ、オーディオ、画像、動画などたくさんのファイル形式に対応しています。また、どこからでもファイルにアクセスできるメリットがあります。Google ドライブにファイルやフォルダを保存しておけば、外出先でもモバイル端末を利用してファイルやフォルダにアクセスすることができます。Windows だけでなく ChromeOS、MacOS でも利用することができます。もちろん iPhone や Android 端末でも Google の専用ドライブアプリを利用すれば Google ドライブを利用することができます。iPhone の場合は Apple Store から、Android 端末であれば Google Play から Google ドライブアプリをインストールすることで利用することができます。Google アカウントでログインすることで Google ドライブに保存したファイルやフォルダを同期することができます。同期したい端末の Google ドライブに Google アカウントでログインします。Google ドライブのアイコンをタップすると、クラウド上に保存されたファイルやフォルダが表示されます。画面右下のプラスボタンをタップしてメニューを表示し、カメラで撮影した写真を Google ドライブに保存したり、アップロードすることもできます。作成したデータは Google のサーバーに自動的に保存されます。このため、突然パソコンがクラッシュしたり、紛失や盗難などのアクシデントが発生したりしても、別の端末から作業を続けることができます。この自動的にデータをバックアップできるっていうのも大きな魅力です。編集したドキュメントの内容は自動的に履歴として保存されます。変更履歴を確認したり、編集前の状態に戻すこともできます。履歴を確認したい場合には、Google ドライブの中から履歴を表示したいファイルを選択します。画面右上の詳細を表示をクリックをすると、右側にそのファイルの履歴一覧が表示されます。戻したい日付の履歴をクリックをすると、編集前の履歴に戻すことができます。ドライブは検索機能も非常に優れています。例えば、目的のファイルやフォルダの名前がわからなくても、画面上部の検索ボックスにキーワードを入力をすることで、瞬時にそのデータを見つけ出すことができます。また、種類をクリックをすると、ドキュメントやスプレッドシート、プレゼンテーションなどアプリに的を絞って
目的のファイルを見つけ出すことができます。ユーザーや最終更新日時などでもデータを瞬時に見つけることができます。Google ドライブはデスクトップのような使いやすさもあります。Google ドライブに保存したファイルやフォルダーは、ブラウザー上でドラッグ&ドロップするだけでアップロードや移動することも簡単です。例えば、このような形でフォルダーを選択し、ドラッグ&ドロップでフォルダーの中に入れていただければ、そのフォルダーの中にファイルを入れることも簡単です。また、パソコンにパソコン版ドライブをインストールすれば、エクスプローラーのナビゲーションメニューからデスクトップ上の操作と同じように操作できます。実際にエクスプローラーを開いてみましょう。エクスプローラーを開きますと、画面の左側にナビゲーションメニューが表示されています。Google ドライブをクリックをすると、クラウド上にある Google ドライブのファイルやフォルダーを表示することができます。この中にクラウド上にアップロードしたいファイルやフォルダーをドラッグ&ドロップするだけで、クラウド上のデータと同期することもできます。Google ドライブはセキュリティも非常に強固です。Google ドライブへアップロードしたファイルやフォルダーは、通信経路だけでなくサーバー内でも暗号化されています。保存したデータは障害復旧サービスが組み込まれた Google のデータセンターに保存されているため、自然災害時でも安心です。今回ご覧いただいたレッスン2の動画では、Google ドライブの基本操作について解説しました。レッスン3からは、自治会のホームページの完成例をもとに、実際に作成しながら、公開するまでの流れを解説します。パソコンの使い方解説チャンネルでは、これからも役に立つ情報をどんどん公開させていただきます。この動画をチャンネル登録いただくと、新着動画をいち早くご視聴いただけます。画面右下の登録するから、ぜひ登録してみてください。